あらあら、山上さんでしたっけ？これは西野部長の奥様。こんにちは。まさかこんなところで会うなんて。西野夫人は俺と娘のことをじろじろと見下したように見ていた。俺はカッパを着てずぶ濡れになりながら自転車。西野夫人は買い物でもしてきたのか、ブランドの紙袋を下げてタクシーを待っているようだった。こんなに雨が降っている日まで自転車でお迎えだなんて、貧乏人は大変ね。西野夫人はぶっと吹き出したように笑いながらそう言った。自分の夫がこれからどうなるかも分かっていないようだ。俺は山上、ある会社の経理部で働くサラリーマンだ。俺の上司である経理部の係長は全く仕事をしないというか、他の部署との波風を立てたくないというタイプ。だから主任である俺が必然的に嫌な役回りをしなければならない。ほとんどの部署は経費のミスがあっても指摘すればすぐに直してくれるから何も問題はない。だが困ったことに営業部は経費処理するものが多い上に協力的でない社員が多かった。それも営業部長の西野部長の方針が影響していたのだ。会社はな、営業部がいなきゃ何もできないんだよ。売り上げを取ってくるのはうちの部署なんだからな。どんどん経費で落としていいぞ。会社の利益を取ってくるためなんだからな。遠慮すんなよ。こんな風に営業部員を煽るせいで経費としてどんどん上げれば OK みたいな空気が営業部にはある。しかもすぐに領収書を出してくれればいいのに、月末になって大量に出してくるから始末が悪い。経理部の仕事も増え、みんな残業が続いていたこともあって、経費のシステムを導入してほしいと係長に要望したこともあったのだが、経理部にそんな金かける必要ないだろう、と会議で西野部長に一蹴されてしまったそうだ。西野部長は社内でも力を持っていて、他の部の部長もあまり強く意見を言えないらしい。そのような状況が続いても、上司の係長は営業部に強く言ってくれないし、経理部長は何でも西野部長の大学の後輩とかで、こっちも期待できそうになかった。俺はとうとう耐えられず、営業部が提出した領収書の中でも経費で処理することができないものを持って西野部長のところに直談判しに行ったんだ。西野部長、営業部の社員から経費で処理してほしいと言われましたが、ここにあるものは無理です。部長からも伝えてもらえませんか？はあ、経理は黙って処理してくれればいいんだよ。ですから、ここにあるものは経費として認められないと言っているんです。取引先に贈り物をしただけだ。急遽必要になったから出先で部下に買ってもらったんだ。それが通るなら何でも通ってしまうんですよ。俺がなかなか譲らないものだから、西野部長は、お前と話してても拉致が開かないからな。と言って、俺の上司である係長のところに行ってしまった。そして、ニヤニヤした顔をしながら戻ってくると、係長は問題ないって言ってたぞ。上司が許可してるんだから、もういいだろう。と、領収書を突きつけてきた。俺は悔しかったが、どうにもできなかった。営業部が提出する領収書に問題があるだけでなく、会社としても売り上げが落ちているのと、競合他社との顧客の奪い合いで、会社の経営も昔ほど順調というわけではない。だからこそ、できるところはコストカットするよう、社長から直々に経理部にお達しがあったのだ。俺は経理部の一員としてその期待に応えたかったし、会社の存続のためには西野部長のようにいつまでもバブルの時のような感覚を持っていてはいけないと思っていた。電気代だ、コピー紙だとコストを頑張って下げても、営業部のよくわからない経費でその努力は吹っ飛んでしまう。さすがの俺も虚しくなった。そんな中、会社の創業記念パーティーが行われることになった。このような大きなパーティーは10年ぶりだということで、社長も気合が入っているようだったが、あくまでパーティーは豪華に見えるようにコストは最小限にというのが経理部の仕事だった。
会場の手配から提供する飲み物や食べ物、草加や来賓へのお土産に至るまで経理部が奔走してコストを前回よりもかなり下げたんだ。それでも内容がお粗末なものにならないよう業者ともかなり交渉した。普段の業務に加えてパーティーの準備もあったものだからいつもに増して残業が続いていた。パーティーは社員の家族も参加できるということだったが、特に俺は家族を連れて行く予定はなかった。でもパーティーを聞きつけた娘のミカが、パーティーなんて行ったことない。行ってみたい。と騒ぐので連れて行くことにした。パパのお仕事のパーティーだから面白くないかもよ。でも行ってみたいんだもん。お願い。一応子供を連れてくる社員や関係先のために子供向けのバルーンアートやマジックもあるしいいかと俺は連れて行くことにした。パーティーだからこんなワンピースでいいかな。ミカはピアノの発表会で着たかしこまった感じのワンピースを引っ張り出して悩んでいた。その様子を微笑ましく思っていたよ。パーティー会場に着きスケジュールなどを他の社員と確認していたものの、俺の仕事は当日の準備まででほぼ終わっていてちょっと気が楽だった。他に子供を連れてきている同僚と談笑しながらミカに料理を取ってやったりしていたんだ。ミカも初めての経験に目をキラキラさせて、早速仲良くなった女の子と一緒に手品をしているコーナーへ見に行っていた。すると西野部長がなぜか俺の方へ近寄ってきた。隣には奥さんと思わしき女性もいる。俺はあまり関わりたくなかったが、無視するわけにもいかず西野部長に挨拶をした。西野部長。俺が頭を下げると部長はニヤニヤしながら、これは山上くんじゃないか。今ちょうど妻に君の話をしていたところだよ。と言ってきた。俺が頭を上げて改めて西野夫人を見ると、奥さんは俺のことを蔑むような顔で見ていた。西野夫人はパーティーといえども過剰なくらいのアクセサリーを身につけていて、持っているバッグも一目でブランド品だとわかるようなものだった。あなたが山上さんね。主人がいつもお世話になっています。いえ、こちらこそ。本当に山上くんのチェックは厳しいからな。営業部としては戦々恐々としているよ。でも営業も会社のために頑張ってるんだから、お手柔らかに頼むよ。他の人もいる手前、口調こそはいつもより柔らかかったものの、部長は嫌味を言ってきた。そして西野夫人も、コストカットに懸命なのはいいですけど、営業の仕事に邪魔になるようなことはやめてくださいね。経理の方って考え方が貧乏症というか。とあからさまに嫌そうな顔をしていた。俺は初対面の西野夫人にまでそんなことを言われて思わず絶句してしまった。おいおい、本当のことを言っちゃかわいそうだろ。これだから根が貧乏人って嫌なのよ。部長と夫人は勝手なことを言っていた。するとそこにミカが戻ってきて、パパ見て見て、風船でウサギ作ってくれたんだよ。と嬉しそうな顔をしていた。すると西野夫人はそんなミカを見て、パーティーなのにそんな安っぽいワンピースで来るなんて。とミカに聞こえるように言ったのだ。俺はまさかミカにまでそんなことを言うとは思わず、あっけに取られていると、もう帰りたいわ。お食事も大したことないし。と言いながら俺の前から立ち去った。はっとしてミカの顔を見ると、一生懸命選んだワンピースをけなされて悲しそうな顔でうつむいてしまっていた。ミカ、そのワンピースはすごく似合ってるし、パパだっていつものスーツだ。気にすることなんてないよ。パパはパーティーにぴったりだと思うな。本当に？ああ、発表会の時も先生が素敵だって褒めてくれてただろう。慌ててミカを励ますと、ほっとしたような顔をしてまた子供の輪の中に戻っていった。
俺は俺だけではなくミカにもひどいことを言って傷つけた西野夫人のことが許せなかった。そして西野夫人が部長の奥さんというだけでは説明できないくらい高価そうなアクセサリーやバッグを持っていたことが俺は気になったんだ。営業部長という役職だから確かに収入は俺より格段に多いだろうが、それだけでは説明できないような気がした。まあ夫人の実家が資産家とかならありえない話でもないのだが、とりあえず会社の創業記念パーティー自体は成功し、社長もコストカットしながらよくやってくれたと経理部を褒めてくれたと聞いた。俺はまたいつもの業務に集中することになったのだが、係長、営業部の経費のことなんですけど。係長や経理部長が営業部長に強く言えないとしても、俺は経費として認められないものはなるべく受けないようにしていた。でも数字を確認していると、明らかに弾いたものも経費として承認されていたんだ。これ、経費では認められないですよね。まあ、そうなんだが、この前営業部が大きな商談を成立させて表彰されたのは知っているだろう。それで、だからといって一度承認してしまったらこれからも断れなくなりますよ。わかっているが、係長はちらっと経理部長の方を見た。きっと経理部長も西野部長に強く言われて承認せざるを得なかったんだろう。こんなことばかりで俺はほとほと嫌になった。仕方なく承認済みの領収書を再確認する作業を始めた。するとあるブランドショップのアクセサリーの領収書が入っていたんだ。なんだこれ。さすがに疑問に思って確認すると、営業部員曰く商談相手のお嬢さんの誕生日プレゼントらしい。俺はあまりそういったものに詳しくなかったし、よくわからなかったが、西野部長に確認しに行った。またお前か。商談を成立させるための必要経費だよ。それがわからないのか。確かにそうかもしれないし、現物を確認しに商談相手のお嬢さんに見せてもらうわけにもいかないのは事実だが、これだから営業やったことないやつは。俺を嘲笑うかのようにそう言い、部長は去っていった。でも俺はそのアクセサリーのことが気になって家に帰ってから領収書に書いてあった品名と品番を調べたんだ。それは結局ネックレスだったんだけど、俺にはどこか見覚えがあった。よくよく思い出してみると、それは西野夫人がパーティーの時にしていたものと同じだった。少し特徴的なデザインだったから、そういうものに疎い俺でも同じものだと分かった。もしかしてただの偶然なのかもしれないが、俺の頭にはある疑問が浮かんでしまった。でももしこれが本当だとすれば、俺は秘密裏に調べてみることにしたんだ。そしてこれは俺が想像していたよりはるかに大変な事態になってしまうのだった。それからしばらく経った休日のこと、娘の美香は少し前から新しいピアノ教室に通っており、そこは最寄り駅の4駅先の駅前にあったことから一人で電車に乗って行っていたんだ。家から最寄り駅は徒歩5分くらいだったし、もう慣れているようだったから見送ったんだけど、その日は教室が終わったくらいの時間に雨が降ってきた。雨足はだんだん強くなり、美香は傘を持っていなかったから、俺は駅まで美香を迎えに行くことにした。俺の家は駅地下にあったし、交通の便もいいところだから車は持っていなかった。だから俺はカッパを着て美香の分の傘を持って自転車で駅まで向かったんだ。美香が乗っている電車は次かなと思いながら屋根があるところで待っていると、反対方向の電車から降りてきたある女性と目が合った。それは西野夫人だったのだ。俺は全く会いたくない人物だったが、お互い顔を知っている以上無視するわけにもいかない。あらあら、山上さんでしたっけ？西野夫人の方から俺に近づいてきた。俺は観念して挨拶をしたんだ。これは
西野部長の奥様、こんにちは。こんなところで何をしていらっしゃるの？娘が習い事から帰ってくるので、駅まで迎えに来たんです。すると、その時、ちょうど電車がホームに入ってきて、ミカがこちらに寄ってきた。パパ、ただいま。ミカは不思議そうな顔をして、俺と夫人の顔を見比べていた。だが、パーティーで西野夫人に言われたことを思い出したのか、急に表情が暗くなり、俺の後ろに隠れたんだ。俺はまさかこんなところで会うなんて、と思い、早くこの場から立ち去ろうとした。西野夫人は俺と娘のことをじろじろと見下したように見ていたよ。俺はカッパを着てずぶ濡れになりながら自転車だったし、西野夫人は買い物でもしてきたのか、ブランドの紙袋を下げてタクシーを待つつもりらしかった。では僕はこれで。俺はミカに傘を渡し、自転車を引きながら帰ろうとした。するとその時、こんなに雨が降っている日まで自転車でお迎えだなんて、貧乏人は大変ね。西野夫人はぶっと吹き出したように笑いながらそう言った。ミカはビクッとして立ち止まり、不安そうな顔で俺の方を見た。一度ならず二度までも。俺はもう耐えられなかった。西野夫人の方を振り返り、ええ、会社も苦しいので部長に辞めてもらいますね。と言ったのだ。夫人は俺が言ったことに脳の処理が追いついていないのか、ポカーンとして言葉が出てこないようだった。だが、だんだん顔が真っ赤になってきて、どういう意味よと怒り始めたんだ。そのままの意味ですよ。では、僕はこれで失礼します。ちょっと、あなた、待ちなさいよ。背を向けた俺に、夫人はギャーギャー言っていたが、俺は無視して家に帰った。翌週半ば、出社すると、社内が騒然となっていた。それもそうだ。営業部長である部長が自宅謹慎に入ったのだから。実は西野部長は部下たちに命じて妻である西野夫人へのプレゼントを購入させ、虚偽の領収書を作成していたのだった。俺がそのことに気づいたのは、西野夫人がしていたネックレスと営業部が商談相手のお嬢さんに誕生日プレゼントで贈ったネックレスが同じものであると気づいたからだった。経理部長に報告し、極秘で不正に経理処理しようとしていないか、領収書の内容を洗い出し、調査をしていたのだ。西野部長は夫人へのプレゼントだけでなく、プライベートでのゴルフなども経費処理しようとしていた。そのような証拠をたくさん集めたところで、経理部長が上に報告したのだ。俺が西野夫人と駅で会った時は、ちょうど西野部長の件が大詰めで、来週にも聴取するという段階だった。西野部長が不正に経費処理しようとしたものは、すべて部長自身に請求されることになった。総額でかなりの額になるようだ。結局、西野部長は刑事告訴を免れる代わりに退職することになり、ことがことなので退職金は出なかった。これから会社への返済が待っているし、退職金もないので、老後も不安だろう。でもそれはすべて部長が自分で招いたことだ。西野夫人が知っていたかはわからないが、あれだけいろいろなものを買ってもらっていて、全く知らなかったというわけでもないはず。自分たちがしたことを反省して償ってほしいと思う。その後、経費に関してはシステムが導入され、新しい営業部長も経費使用に関してはしっかりと部下に言い聞かせてくれる人で助かっている。営業部は確かに会社に利益をもたらしているのかもしれないが、その裏で経理部も会社の財務を担っていることを忘れないでほしい。